生きて帰ってくる忍者がいたっていう証拠をご紹介したいんですけれども、古文書、素性がバレて殺されてしまった。忍者と一緒にジャパニーズカルチャーを楽しく学ぶ忍者カルチャー TV。こんにちは、くのいちの鏡と申します。突然ですが、忍者って本当にいると思いますか？昔の日本には忍者は本当にいました。しかし、今のこの現代にも忍者はいるのでしょうか？忍者は自分で私は忍者ですとは言わないですよね。そして優秀な忍者ほど記録を残しません。彼らは家族や友人にも正体を明かさず、そっと歴史から消えていったのです。このチャンネルでは近年明らかになった忍者の史実をもとに、誰もが知りたいと思っていた忍者の実態に迫ります。忍者ってどこにいるんでしょう？私はとある場所で偶然本物の忍者に会うことがありました。今回は私がこのチャンネルを立ち上げるきっかけとなった本物の忍者にお話を伺うことができましたので、そちらをご紹介します。こちらにいらっしゃるのが本物の忍者の颯さんです。よろしくお願いします。こちらのとある場所で忍者の歴史を次世代に伝え、忍者の文献を研究され、技の鍛錬を行っている方です。忍者って本当にいるんですか？そうですね、現代の忍者ですかね。はい。例えばこういう格好をして、活動してたりとか、そういう部分で言うと、忍者がいたよっていうことを、いわゆる広報する形でされてる方たちはいらっしゃいます。ただ本当に、実践的な忍者のことをやってる方、いわゆる本物の忍者っていうのは、もう本当に2、3人とか、そのくらいだと思います。では、これから忍者になりたい人はどうやったら忍者になれるんでしょうか？そうですね、一番早い方法としては、その忍者修行をやってるところに行くのがいいんですけれど、基本的にもう忍者修行っていうもの自体が、なかなか難しいものなので、基本的に今は例えばいろんな観光地において、例えば忍者体験とかっていうのを、ここもそうなんですけど、されてるところがあるので、まずはそういったところを探して訪ねていただいて、基本的な体験をしてもらうことが一番いいかなと思います。で、最終的に、伊賀の地だったり、甲賀の地に行かれて、そこで、もう本当にやりたいと思われる方は、真剣に学ばれることをお勧めします。颯さんはどこでどんな修行をされたんですか？自分の場合は基本的に、小さい時に忍者に興味を持って、それから、どういったことをしたらいいのかなっていう話を祖父に聞いて、で、祖父から、基本的に忍者って自然的な地形に、あるものを生かして生活したりとかやってるから、まずは自然になれることが大切だよっていうことで、基本的に小さい時は木登りだったりとか、あと祖父について行って山に入って、例えば山菜とかそういったもの、食べれるものとか食べれないもの、あとキノコなんかでも食べれるキノコとか毒キノコだったりとか、あと薬草とか、そういったこれはどんな怪我に効くんだよとか、どんな病気に効くんだよとか、あと忍者の基本的な修行としては、いわゆる雑草っていうか、草があるんですけど、それが伸びる成長の早い、例えばヒエとか麦とかそういったものがあるんですけど、それを巻いて、そこをジャンプしていく。で、いわゆる跳躍力を鍛えるとか、そういったことですね。基本的にそういったことをしたりとか、あと暗闇で目を慣らすために、明るいところから急に暗いところに入ったり、あと精神集中させるために、暗い部屋でろうそくをずっと行って眺めたりとか、あと自分に暗示をかける自己暗示。今で言うと心理学的なことを、いろいろと調べてやってました。幼少の頃から忍者修行されていたんですね。そうですね。ほとんど遊び半分なんですけれど、それが多分
本当の忍者でも小さい時からそういったことをやっていって自然と身についていたと思うんですね。なのでそういったことをすることっていうのがまず大切じゃないかなと思います。人によって違うと思うんですけど、はいはい、忍者になるぞって決めてからどのぐらいの年月修行すればなれるんでしょうか？忍者っていうのは環境が一番の問題なので、早い子だったらもう本当にそこ1年とか2年ぐらいからでも修行とか、自分なりにこういうふうなことをやるっていうことを決めていけばいいんですけど、例えばそういう環境がない子たちっていうのはやっぱりどこで何を学べばいいかっていうのがあったりとかするので、やっぱり最低でも忍者になるって言ったらやっぱり10年とかそのくらいやっぱりかかるのかなと思います。はい。心とかそういうところも鍛えないといけないですよね。そうですね。基本的にやっぱりメンタルっていうのが忍者っていうのは必要で、基本的に忍者って皆さんなんか手裏剣投げて敵を抹殺するとか、アニメの影響で強くついちゃってるんですけど、実は忍者っていうのは基本的に情報を依頼主からどこどこの情報を持って帰ってきてくれって言って、お城だったりとかお屋敷に忍び込んで相手の情報を取って、で生きて帰ってくる。でその情報を依頼主に伝えるっていうのが役目なので、もちろんその相手をそういうふうに抹殺する、暗殺するっていうことも依頼の中にはありますけれど、基本的にはそういうふうに生き延びることっていうのがやはり忍者の仕事の一つでもありますね。忍者がいたっていう証拠っていうのをちょっとご紹介したいんですけれども、これは秋月藩の初代藩主黒田長興が、幕府の命を受けて島原に天草四郎、いわゆるキリシタン弾圧として、その征伐に秋月藩から向こうで戦って、で帰ってくるまでの様子を表した島原一揆談話っていう上下巻の古文書になるんですけど、そのうちの一節に、忍者のことが出てきてます。で、ちょっと簡単に、読んでいきますと、芝岡黒兵衛というもの、患者として使いたむ。この患者っていうのが忍者のことを言います。城内に忍び入りて、城内のことを、詮索していますよということが書いてあります。長沖公っていうのが秋月藩の初代藩主ですね。で、長沖公が有馬の陣にご着陣。久留米藩お殿様、構えていた陣ですね。ご到着された時に、この芝岡黒兵衛さんっていう忍者が、来まして、で、お城の中のことを報告したと。その次に参加者名簿ですね。その行列の次第に右の者の名前が載ってないっていうふうにあるんですね。それはなぜかっていうと、2月27日に城内にて戦死すって書いてある。情報収集をお城の中でしている時に素性がバレて殺されてしまったということが書いてあります。で、そのためにこの右の者がこの行列の次第には載っていませんよということが書いてありますね。で、息子さんが代々家に、ただ忍者っていうことがバレたらダメなので、代々家だけに一子相伝で伝えていきましたっていうことが書かれているだけなんですね。なので、唯一その忍者っていうものの証拠として非常に文献としての価値っていうのは非常にあるので、伊賀ので研究されている先生たちからもこの部分に関してはもう絶対的なお墨付きをいただいてます。今回のジャパニーズカルチャーはナルトのかかし先生です。